ミルトンチャンネルです。今日は車に穴開けしない FF ヒーターを使って日本一寒い町陸別町で車中泊をしてきました。その映像がこちら。今回は 2kW と 8kW 2つの FF ヒーターを使いましたが、いろいろ見えてくるものがあってめっちゃ面白かったです。はい、今ちょっと画面には映ってないんですけども、雪が結構降ってるんで、この部分から雪や雨が染み込まないようにこの OPP テープでここを養生してみたいと思います。はい、雪がちょっと降ってるんですけども、 OPP テープで木の部分と窓枠の部分に水や雪が入っていかないようにしたので、これで問題ないと思います。ちょっと明日の朝どんな感じになってるかっていうのを詳しくチェックしたいとは思うんですけれども、とりあえずこれで様子を見て FF ヒーターをいつも通り動かします。はい、時刻は21時54分、車内の気温 25.6 度、湿度 26% です。今日も FF ヒーターすごく車の中を温めてくれて超いい感じです。で、今日はちょっとあえてこの FF ヒーターを切って寝てみようと思います。私の車全体的に断熱をきちんと入れていて板張りにしてあるので、 FF ヒーターを切っても暖かく車の中を保ってくれると思うので、今現状 FF ヒーターをつけている時の気温が25度なんですけれども、ちょっとトライアル的に FF ヒーターを電源を切って寝てみます。明日の朝どのぐらいまで気温が下がるかもチェックしたいと思います。寒っ。現在の時刻は8時19分、車内の気温5度、湿度 62% です。やっぱり車内がめちゃくちゃ寒くなってますね。昨日の夜はあえてこの FF ヒーターを切って寝てみたんですけど、途中顔が冷たくて何回も目が覚めてしまいました。車の中の気温が5度ということはほぼ冷蔵庫と同じぐらいの気温なので結構寒いです。まだ車の中の気温が5度ぐらいなので、こういったペットボトルの水は凍ってないんですけども、ちょっと触っただけでも結構冷たいなという感じがします。布団の中は羽毛布団を使っているんであったかいんですけど、顔だけはすごく冷たいです。で、だいたいこの布団の中というのは人の発する体温でだいたい30度ぐらいで保たれているらしいんですけども、私の車は結構断熱を入れていてもやっぱり車内の気温が5度ぐらいまで下がったので、この布団の中が30度でこの車内の気温が10度以下になってしまうと気温差が20度以上出てきてしまうので、ヒートショックの危険性が上がるそうです。私の車は断熱を入れているので、少しは車の中を暖かく保てているんですけども、それでも寝る時のこの車内の気温とこの布団の中の気温の差が20度以上になるので、ヒートショックの危険性が結構高まっているとは思います。個人的にこういった FF ヒーターをこだわって真冬の車中泊では必ずつけて寝るようにしてるんですけども、そういったヒートショックの健康被害に遭いたくないっていうのもあって FF ヒーターをつけて寝ています。雪が降ってるんですけども、この OPP テープのおかげで雪を弾いてくれていますね。多少この辺りやっぱり濡れちゃってますけど、それでも何もしないよりは全然マシな気がしています。この辺りなんかは雪がついていないので、この OPP テープも一定の効果はありそうです。で、私今気づいてしまったんですけど、この部分とこの部分 OPP テープで貼り付けたがゆえに
剥がれてしまっていることに今気づいてしまいました。やらかしましたね。ちょっと接着力が強すぎるんだと思います。私の車水性塗料で塗装しているので、こんな感じで剥がれてきちゃいましたね。ここはちょっと残念ですけど、家に塗料が余っているので、補修できることはできるので、東京に戻ったら補修したいと思います。今回はこの窓につけるタイプの FF ヒーターではなくて、こちらの床下に仕込んである FF ヒーターで暖房を取ってみたいと思います。こちらは私が3年前に取り付けた暖房ですが、ヒーターの出力が 2kW と小型なので、車に穴開けしない 8kW のヒーターと比較します。現在の時刻は7時58分、気温 16.9 度、湿度 34% です。昨日は当麻町というところに来たんですけれども、現在の外の気温はマイナス12度ですね。めちゃくちゃ寒いですね。で、今朝はマイナス14度まで下がったようです。で、今回は窓につける FF ヒーターではなく、床下に仕込んでいるFF ヒーター、こちらは 2kW のものなんですが、こちらで寝ました。今 FF ヒーターの設定は最弱で動かしてるんですけれども、車内の気温が17度なので、そういった意味では羽毛布団がないとちょっと快適には寝れないかなという感じになっています。で、この設定温度をもっと上げれば、車内の温度ももっと上げることは可能なんですけれども、今回はこの 2kW の FF ヒーターのポテンシャルを見たくて、あえて最弱で使ってみました。明日はもっと寒い陸別町というところに行って、この窓につける FF ヒーターを使って、この 2kW の FF ヒーターと 8kW の窓につける FF ヒーターで比較して、どのぐらいの差が出るかっていうのを試してみたいと思います。もうカリッカリに凍ってる。すごいですね。車の中は FF ヒーターをつけてるんで、今外の気温がマイナス12度ぐらいなんですけども、このように結露してしまったとしても FF ヒーターの熱で結露は溶けてくれています。ちっちゃいんですけども氷柱ができています。この部分の結露を取ります。このダイソーの結露取り、コンパクトでこのように水が下の方に溜まってくれるんで、使いやすいといえば使いやすいんですけれども、こんな感じで完璧に結露が取れるわけではないので、もっといい製品があるようでしたらコメントで教えてください。はい、この車に穴開けしないタイプの FF ヒーターなんですけども、先日このように FF ヒーターの吸気管のところにフィルターをこのようにつけたんですけれども、でこのエアコンのフィルター自体はこんな感じで空気中の汚れを取ってくれているような感じがあって、このフィルターをつけて5回ほど使ったんですけれども、今のところは不具合は出ていません。ただこの部分のこのフィルターの目が細かいことによって FF ヒーターの中に取り込まれる空気の量が減って不完全燃焼を起こす可能性があるというふうに伺ったので、このフィルターを別のものに取り替えます。でその材料に購入したのがこのステンレス製のミニアク取り。これはこのまま使うんではなくて、ちょっとペンチで分解をしてこの網の部分だけ使うような感じになります。で目がこんな感じで細かくないので、これを吸気管に取り付けたとしても空気をきちんとこれで取り込むことができると思います。なのでちょっとこれを分解して取り付けてみたいと思います。はい、こんな感じでちょっと強引ではあるんですけども、網の柄の部分と網を分解できました。
でこれをこの下の部分にあるこのエアコンのフィルターと交換していきます。一応フィルターを見ているんですけども、ホコリですとかそういったものは溜まっていないようです。ではここに切り取った金網をこの部分に取り付けていきます。こんな感じで結束リングにあらかじめぴったり合わせるようにして取り付けた方が楽そうだったので、これで取り付けます。よし、 OK。 ちょっと強引ではあるんですけども、金網をつけることができました。とりあえず手でこうぶつけたりしたぐらいでは外れないぐらいにきっちり止まっているので、ちょっとこの辺り金網が見栄えが悪いといえば悪いんですが、見えない部分なのでとりあえずこれでよしとします。でこのぐらいの目の粗さであれば問題なく空気を取り込めると思うので、これでフィルターの代わりにして使いたいと思います。ちなみに食品を入れているこのトレーと、あとはこの耐震の突っ張り棒を使ってこのようにかさ上げをして作業しました。やっぱり社内での DIY はいろいろ制約があるんでなかなか難しいですね。今回こういったニッパーやペンチを使わないかなとも思ったんですけれども、念のため入れておいてよかったです。はい、時刻は6時35分。日本一寒い町陸別町に着いたので FF ヒーターをセッティングします。車内の気温はずっと車を運転してきていたんで9度ぐらいなんですけれども、もう外はマイナス5度とかマイナス6度ぐらいだと思います。すごい寒いので車内から全てセッティングしたいと思います。で今窓を開けようとしたらですね、こんな感じで霜がついていて窓が凍って開かなくなってます。で視聴者さんに教えていただいた海氷霜取りスプレーというのをダイソーで300円で見つけたので、これで霜を取ってまず窓を開けてこの板をセッティングしたいと思います。開いてくれました。よかったです。車運転中からずっと開かなかったんで、これが使えなかったらどうしようと思ってたんですけど、すごい簡単に開いてくれました。よかった。もう寒いので中からセッティングします。でこの吸気パイプの部分なんですけれども、実際にこの部分に設置してみるとちょっとやそっと手で触ったぐらいでは取れない感じでいい感じに固定できています。エアコンのフィルターの時とは違い金網のメッシュ状のものになっているので、これで空気量が変わるといったようなこともないと思います。なのでこのまま使ってみたいと思います。それで排気管をセッティングしてみたんですけども、吸気管とは隙間があってこの金網ですとかそういったところに何か干渉するようなこともないので、これで安全対策的には問題ないと思います。フックをつけます。はい、これでセッティング完了したんで FF ヒーターの電源をつけます。5.7 度、まだそこまで寒くないんですけれども、これから明日の朝にかけてマイナス20度まで下がる予報なので FF ヒーターをつけて温まりたいと思います。はい、現在の時刻8時51分、気温24度、湿度 31% です。この車に穴開けをしない FF ヒーター、普段だと車内の気温が暑くなりすぎるんですが、陸別町で使うとちょうどいいぐらいの気温になってくれますね。今車の中で動画編集やってるんですが、車内の気温が快適なんでめちゃくちゃ居心地よく作業効率も上がる気がします。普段この FF ヒーターの場合、私の車の中の気温30度ぐらいになっちゃうんですけれども、陸別町が寒すぎてちょうどいい気温ですね。25度になりましたので、
普段よりもかなり快適です。結構陸別町に来るときにいつもドキドキしながら来るんですよ。今年で3年目なんですけれども、この車に穴開けをしない FF ヒーターを使えば車内の温度がかなり快適になるんで、動画編集もはかどっちゃいます。これから楽器の練習もしたいと思います。現在の時刻3時50分。今の陸別町の気温はマイナス14度です。やっぱり寒いですね。これからもっと寒くなるみたいなんでちょっと楽しみです。一応 FF ヒーターのこの排気口の部分は外が寒いというだけで特に変化はありませんね。この窓ガラスあたりは中がガチガチに凍っちゃってますけどね。このフロントガラスのこの内側の方も結露がガチガチに凍ってますね。すごいな、なかなか見ない光景ですね。この運転席のところもこれもガンガン凍ってますね。いや、すごいですね。これ凍ってます。うわー、寒い。この FF ヒーターを動かしていて車内の気温が 18.5 度まで下がっていました。初めてのことですね。これはなかなか寒いですね。 2kW のものと 8kW のヒーター、全く同じ条件で検証はできないんですが、どちらもそれほど変わらない暖房能力で、やや 2kW の方が緩やかに暖房が効くイメージです。いつもはこの FF ヒーターの場合は羽毛布団出さないんですけれども、今日はさすがに羽毛布団出して寝ようと思います。はい、時刻は6時19分、気温 19.6 度、湿度 24% です。今この FF ヒーターを最弱で動かしてるんですけども、気温もちょうどいいぐらいの気温で快適に眠ることができました。一応念のため羽毛布団も使って寝たので暖かく寝れたんですけれども、私は吸気パイプをこのように使っていなくて、車内で吸気して FF ヒーターを燃焼させているので、若干なんですけれども、このようなドアの隙間からほんの少し冷気を感じました。これは北海道ならではだと思いますが、外が寒すぎるがゆえに、こういったドアの隙間からほんの少し隙間風を感じたんじゃないかと思っています。ちょっと外に出てみます。寒っ。現在の気温マイナス15度ですね。昨日の夜3時ぐらいがマイナス14度だったんで、そこまで気温下がりませんでした。去年来た時はマイナス21度まで下がったんですけど、今日はそこまで冷えなかったですね。時刻が6時35分ぐらいなので、ちょうど日の出をしたぐらいの時間です。日本一寒い町陸別という風に書いてあるんですけども、オブジェが面白くてですね、この洋服を凍らせたオブジェがあります。カチカチ。
マイナス15度の中で歩いてるんですけど、手とか鼻がめちゃめちゃ痛いですね。寒い。去年来た時よりも全然雪が少ないですね。去年来た時は歩道も車道も雪だらけだったので、全然今年は雪がない感じですね。手袋はつけてきたんですけど、マスクつけてくればよかったです。もう顔が、特に鼻が痛いですね。寒すぎて鼻が痛いです。結構楽しいですけど、この鉄道のところはこんな感じでちょっと昭和の駅舎っぽい雰囲気があります。 FF ヒーターも寒い中で問題なく動いてくれたんで本当に良かったです。今朝方の陸別町は先ほど電光掲示板にはマイナス15度と表記があったんですが、測定地点の違いだと思うんですけども、マイナス17度まで下がったようですね。明日以降の予報では最低気温マイナス7度ですとか、また暖かい日がしばらく続くようです。はい。で、今この部分の金網でこのフィルターをかけているんですけども、特に何も問題なく使えました。これだったらおそらく問題なく、空気量を減らすことなく、フィルターとしての役割も果たしてくれると思いますので、しばらくこのやり方で使ってみたいと思います。もしこのようなやり方に詳しい方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。ちなみにこちらは純正の FF ヒーターの吸気フィルターなんですが、このように結構大きめの穴が開いていて、横のこの穴に関しては今回私が取り付けたぐらいの目の細かさの穴が開いています。なのでフィルターとしては結構目が粗めでも問題ないというふうに感じています。この後、昨年見つけためっちゃ美味しいカレー屋さんに行きたくて陸別町を後にするのですが、思い返せばこれが大きな間違いでした。ご覧の通り、道路には雪が一切積もっておらず、畑にも雪が全く積もっていません。こういった道はめちゃくちゃ運転しやすいのですが、この日の夜、突然の大雪に見舞われ、怖いなこれ。ホワイトアウトみたいになってるよ。この後何時間も雪かきをする事態に陥ります。うわ、きつい。マジできつい。次の動画は大雪の際の注意事項も含めて編集が終わり次第アップさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。今回もいろんな失敗をしてしまいましたが、もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。